イングランドを黄金時代に導いたとして偉大な女王と称えられてきたエリザベス1世。44年間という長きにわたった彼女の治世において、イングランドは海洋国家として大きく成長を遂げた。アルマダ海戦での勝利、伝説となったティルビリーでの演説、その裏に隠された兵士たちへの残虐な仕打ちと最愛の人の死。エリザベスは心の隙間を埋めるようにロバートのま子であったエセックス伯ロバート・デバルーを寵愛するようになる。しかし野心に満ちたエセックス伯の暴走はエリザベスも手のつけられないレベルにまでエスカレート。さらに最後の中心ウィリアム・セシルがこの世を去り、後継者である彼の息子ロバート・セシルが不気味に暗躍し始める。年老いていく女王と台頭する若手たちの対決はいよいよクライマックスへ。徹底的な自己プロデュースと宗教対立を背景としたプロパガンダ。バージンクイーンの名の裏に隠された彼女の本当の姿とは。アイルランド総督を任されたものの枢密院のサポートを得られず、タイロン伯との和解を選んだエセックス伯。しかしエリザベスは和解を受け入れず、徹底抗戦を命じました。ロバート・セシルの妨害を強く疑うエセックスは、勝手に帰ってくるなという命令を無視し、イングランドへ帰国。寝起きの女王の寝室へ乱入した彼は、とうとう取り返しのつかない怒りを買い、枢密院で取り調べを受けることとなりました。3時間もの尋問の後、証拠集めの間、ロンドンの屋敷に幽閉されます。そんな彼は、なぜかミニパンチ事件後に自身が書いた、君主とて間違えることはあるだろうという手紙をコピーして友人たちに配布。ロンドンの著名な版画師に甲冑姿の自身の肖像を作らせ、神に選ばれし女王の守護者と検事を添えさせました。これだけでも王権に対する明らかな侮辱であり、エセックスの高慢さと浅はかさが透けて見えます。エリザベスはこの時点でも彼を完全に潰す気はなかったようで、裁判を中止し、監視をつけて自宅軟禁としました。しかし翌年の1600年5月、ロンドンの出版社がエセックスの意見書を出版しようとしていることが発覚します。これは彼が1596年のカディス遠征後から書き始めたもので、彼の数々の命令違反や軍事行動を正当化するものでした。この本は彼の友人や信奉者の間ではすでに広まっていたものですが、これを出版しようとしたことで、自身を正当化することで女王を貶め、民衆を扇動しようとしていると解釈され、大問題に発展します。エセックス本人は出版の許可など出していないと否定しましたが、エリザベスは激怒。ついに全ての役職を剥奪され、莫大な利益を生み出していたスイートワインの独占権も事実上取り上げられてしまいました。特にスイートワイン独占権の更新拒否は、借金まみれの彼にとっては致命傷です。こうして追い詰められたエセックスは、いよいよ取り返しのつかない失態をやらかします。この頃、アイルランドにはエセックスの後任としてマウントジョイ卿が派遣され、はるかに少ない手勢で次々と失地を回復する活躍を見せていました。しかも枢密院はフォイル湾への基地建設を指示したのです。マウントジョイ卿はエセックスの妹ペネロペの恋人であり、エセックスの数少ない友人の一人でした。エセックスはマウントジョイ卿、そしてエリザベス亡き後の王位を狙うスコットランド王ジェームズ6世と共謀し、ロンドンに攻め込む計画を立てます。彼の主な目的はロバート・セシルとその一派を枢密院から追い出し、自身の地位を回復することであったようです。しかし計画を持ちかけられたマウントジョイ卿は協力を断り、慎重なジェームズ6世ものらりくらりとかわし続けました。思い余ったエセックスはついにサザンプトン伯など数少ない仲間たち300人ほどを引き連れ、武装してロンドンを行進するという暴挙に出ます。神よ、女王を救いたまえ。皆も神に女王の祝福と守護を祈ろう。この町をスペインの脅威から守り抜こう。さもなくばこの国の王冠は
異国人たちに売り渡されてしまうだろエセックス伯はロンドン市民たちからの支持を得られると思っていたようですが、市民たちの反応は冷ややかでした。ロンドンの城壁の門には缶抜きが下ろされ、エセックスと仲間たちはロンドン市内に閉じ込められることになったのです。街中の路地はマスケット銃を持った近衛兵たちに固められ、エセックスはテムズ川から何とか脱出。自宅に籠城を決め込みましたが、ロンドン島から大砲まで持ち込まれ、観念したエセックスは結局投降。この時、エセックス邸を包囲したのは、彼が見下していたノッティンガム伯、チャールズ・ハワードでした。エセックス伯が投降し、逮捕された4日後、ホワイトホール宮殿のエリザベスの居室入り口を短剣を持ち、うろつく不審者が逮捕されます。男の正体はトマス・リー大尉。エセックスがアイルランドでのタイロンとの和平交渉の仲介役として雇っていた男でした。これがエセックスの運命を決定づけることになりました。1601年2月25日午前8時過ぎ、ロンドン島の中庭でエセックス伯は断頭台の露と消えました。エリザベスは彼の最後の希望を聞き入れ、処刑は非公開で行われたといいます。1601年10月27日、エリザベスは議会を開催します。目的はアイルランドでのマウントジョイ卿の戦いを支援するため、議会に臨時軍事費としての追加徴税の承認を求めることでした。しかし、下院は追加徴税承認の条件として、独占許可の見直しを突きつけます。独占許可とは、特定の商品やサービスの独占製造・販売を認める特権です。独占権の承認は女王の特権であり、エリザベスは側近への報酬や王室への貢献への対価として独占権を与えていたのです。ウォルター・ラレーはワイン製造と小売の独占権を、かつてはエセックス伯もスイートワインの独占販売権を与えられていました。この独占権は塩や酢など市民の日常生活に直接関わる商品にまで適用されました。独占権を与えられた貴族たちは法外な値段で商品を独占販売することで莫大な利益を得ていたのです。エリザベスは当初、女王の特権である独占許可を見直す気などさらさらなかったようですが、事態は彼女の予想をはるかに超える問題に発展します。下院では独占権見直しを求める法案が提出され、弁護士たちが独占権問題を批判するスピーチを展開し、議事堂の外では市民たちのデモが発生。エリザベスは仕方なく塩、酢、油、でんぷんといった12品目の独占権の廃止を布告しました。1601年11月30日、独占権見直しへの感謝を表明するため、下院の代表団が女王の元を訪れます。この時、エリザベスが披露したのが、史上名高い黄金の演説です。私ほど臣民を愛し、またその愛に報いようとする君主は他にいないでしょう。神は私を大いにつけてくださいましたが、私にとって王冠の真の栄光とは皆さんに愛されることなのです。私は決して強欲に財を貪る者でも、ケチで独占欲の強い君主でも、あるいは浪費家でもありません。私の心が現世の富に向けられたことは一度もなく、ただひたすらに臣民の幸福だけを願ってきました。私自身の財産さえ皆さんのものだと思っています。すべては皆さんの繁栄のために使われるべきものなのですから。これを聞いた下院の代表団は感激し、追加徴税を承認したのです。しかし、実際のところ独占権の問題は何一つ解決していませんでした。女王が見直したのは、あくまで布告に記された12品目のみ。しかも、エリザベスは独占許可による価格高騰を強欲な独占者たちが勝手に行ったことだとし、自分はあくまでも被害者だと主張したのです。しかし、エリザベスがこの問題を知らなかったことなど到底ありえません。彼女は報酬の代わりとして側近たちに数々の独占権を許可しただけでなく、
市民からの不服申し立てに関する審問を中止させるなど、むしろ積極的に保護していたのです。しかもエリザベスは、独占権を競売にかけ、最高入札者に独占権を与える代わりに、年間使用料を支払わせていました。彼女は、独占権のサブスク販売で、莫大な利益を得ていたのです。もちろん、下院議員たちの中には、黄金の演説後も、問題の根本解決を求めた者たちもいました。しかし、演説の効果は絶大で、彼らの声が聞き入れられることはなく、結局、問題はうやむやのまま放置されることになったのです。ところが、王立印刷局が女王の命を受けて印刷した黄金の演説の内容は、現在一般的に知られているものよりもずっと事務的で高圧的です。臣民の安寧を守ること以上に、我らにとって重要なことはない。我らが臣民のことを気にかけていないなどと、馬鹿げたことを考える者はいないと確信している。王たる身分において、我らが選んだ者に独占権を授けることは、王的に正当な権利であるが、それによって誰かが損害を被るような事態を我らが許すはずがない。また、王という称号が放つきらびやかな光に我らが慢心し、何事も思い通りにできると思い込み、なすべき配慮を怠っているなどと邪推して、我らを冒涜してはならない。独占権の許可が女王の特権であることを強調しつつも、それによって生じた不利益は自分の責任ではないし、そんなことを疑う者はまさかいないだろう、と睨みを利かせる内容だったのです。あの日、エリザベスが行ったスピーチは、本当はどのようなものだったのでしょうか。1602年1月3日、キンセールの戦いにおいて、マウントジョイ卿率いるイングランド軍は、アイルランド・スペイン連合軍に決定的な勝利を収めます。タイロン伯は逃亡し、その後もゲリラ的な戦闘を継続しましたが、1603年には降伏し、イングランドによるアイルランド支配は決定的なものとなりました。このアイルランドでの勝利も、エリザベスの黄金時代を決定づけた出来事の一つと言えるでしょう。しかし、この頃68歳となっていたエリザベスには、最後の時が迫っていました。ロバート・セシルは女王の死期が近いと見るや、スコットランド王ジェームズ6世と秘密裏に交渉を開始。ジェームズの王位継承をサポートする代わりに、即位後の自身の地位の保障を約束するよう交渉していたのです。エリザベスは1603年3月には、食事や入浴、着替えや睡眠を拒否するようになりました。一度横になれば、二度と目覚めないのではないか、という恐怖に取りつかれ、クッションを支えに、床に座り込み、言葉を発することもなく、ただ、一点を見つめていたといいます。心配したロバート・セシルも眠るように勧めますが、エリザベスは拒否。最終的には、無理やりベッドへ運ばれることになりました。するとエリザベスは、次女に鏡を持ってくるよう言いつけます。彼女は、なんと20年ぶりに鏡に映る自身の姿を見たのです。死を前にして分厚い化粧で蓋をしてきた真実と向き合い、彼女は何を思ったのでしょうか。3月23日午後、エリザベスは枢密院メンバーを寝室に招集しました。すでにその日の昼からは声を出すこともできないほど弱っていたといいます。枢密院メンバーは後継者についてエリザベスに確認を行います。記録によれば、ジェームズの名前が出ると、エリザベスは頭のあたりまで手を挙げて賛意を示したと伝わります。しかし、これが本当に賛意を示すものだったのかどうか、それを知る術はありません。そして、1603年3月24日、エリザベス1世は69歳で、その波乱の生涯を閉じました。エリザベス1世の44年にも及んだ治世は、黄金の輝きよりも、虚構と矛盾、裏切りに満ちたものだったと言えるでしょう。しかし、そうした闇は、彼女の素肌と同じように、キラキラと輝くおしろいで塗り固められ、歴史の奥深くに追いやられていったのです。エリザベスは、結婚や出産といった女性らしさを徹底的に否定しながら、同時に
女性としての美しさをアピールすることで、円滑に統治を進めるという手法を取りました。後継者を残さないという決断をしたがゆえに、自身の若さと健康をより一層強調する必要があったのです。そのために彼女が頼ったのが、分厚いおしろいと真っ赤な口紅、そして彼女の象徴となった真っ赤なカツラでした。しかし、当時のおしろいに含まれていた鉛は、彼女の肌を蝕み、荒れた肌を隠すために、さらにおしろいを重ねるという悪循環に陥りました。口紅に含まれる水銀は、彼女が唇を舐めるたびに体内へ取り込まれ、彼女の健康を蝕んでいきました。晩年には、化粧の厚みで笑顔を作ることさえできなくなっていたと言われます。彼女のイメージは徹底的に管理され、すべての肖像画は宮廷画家長による審査の対象となりました。その最たる例がアイザック・オリバーによる虹の肖像画です。この絵が描かれたとされる1600年代初頭、エリザベスはすでに60代後半でしたが、まるで20代のような若い女性として描かれています。ドレスに飾られた花は子孫繁栄と再生を、袖に描かれた蛇は知性を表現。その蛇がハートの宝石を加え、彼女の統治が心ではなく頭脳によるものであることを表しています。年を重ね、肌も体も心さえもボロボロになった本当のエリザベスの姿は、彼女の遺体とともに葬られ、伝説としてのグロリアーナだけが残されることとなったのです。エリザベス1世が作り上げた44年の物語、あなたにはどう映りましたか？彼女は国を救った光り輝くグロリアーナだったのか、それとも孤独と矛盾を嘘で塗り固め続けた一人の女性だったのか。皆さんはどちらが彼女の真実だと思いますか？ぜひあなたの感想をコメント欄で教えてください。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。チャンネル登録して次回もぜひ見てくださいね。